ベルベル人の藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。あとお問い合わせの方はですね、11時から18時、スタッフが在住時間になりますので、そちらでお問い合わせください。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらチェックしてみてください。ですね、今回はちょっと女性のサイズを中心に集めさせてもらいました。レギュラーのジーンズからヴィンテージ、もちろんね28インチとか、27インチもあるんですけど、その辺入る男性もいらっしゃると思いますが、特にちょっと女性にね見ていただきたいなと思います。ではまずは、いわゆるメイドイン USA 製の501、はい、こちらねメイドイン USA 製ですね。ウエストが29の、レングスが34。ただですね、当時の人がレングスをカットして、裾上げしてます。ただ裾上げしてますけど、そのままねきちんと当たりもついてますので、はい、このまま履けます。で、今ウエストの実寸が少し縮んでてですね、うちも多分アメリカで洗って乾燥機入れてきてるので、ウエストが28インチのレングスが30インチ、はい、28の30インチなんで、長さもね、30インチあればだいたい100、そうですね、165センチとかある女性だったらね、全然レングスもいいと思います。まだね色、全然状態いいと思います。きれいで、当たりもこう綺麗に出始めた時ですね。はい、この辺一番履きやすいんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費です。7%。はい、続いて同じく、メイドイン USA 製の501、はい、こちらはウエストが29のレングス31、はい、かなり濃い状態です。もちろんこの年代はね耳とかはないんですが、はい、これはレングスを、こちらもですね裾ちょっと切られてます。これもね当時の人がカットしてるのかなと思います。今ウエストがですね実寸28、レングスが29なので、下がね2インチほど当時の人がカットして、履いてたのかなと。ただこちらも、色かなり濃いです。はい、のり付けっていうのはね男性にって言ったらあれですけれども、これぐらい濃い状態からね女性も履いてってもらっても、まずはこの基本中の基本のね501を履いてみようかなっていうのが逆にいいのかなと思います。こちら USA 製この状態、はい、12,800円に消費税ですね。1ニッパ、はい、続いて、こちら505になります。はい、もう色はね全体的に落ちてます。これから春先とか合わせやすい、はい、色合いだと思いますし、501がいわゆる前がボタンフライですね。で、ストレート。ただ今回この505はジッパーです。ジッパーで501より股上が気持ち深いです。そしてお尻がね、お尻のポケットが501よりちょっと大きいです。それが505の特徴です。でスリムストレート、気持ち細くなるのでシルトが綺麗に、ちょっと実際僕もこれ505の、はい、ちょっとヴィンテージを履いてます。ちょっとシルトがねシュッと細くなると思うんですが、これもね女性とか合わせやすいかなと思います。ウエスト表記が29のレングスが34、今、縮みが少し出ててウエスト実数が28のレングスが33。ちょっとねレングス気持ち長めですけど、女性ねやっぱ特権が男性と違ってヒールがあるので、ぜひねちょっとこの辺ちょっと細くなってるので少しこう2折りぐらいロールアップして、はい、合わせてもらってもいいかなと。やっぱこう高めのね8センチから10、12センチぐらいでもいいと思うんですけど、結構高いヒールをね合わせてもらって履いてもこれ綺麗に履けると思います。はい、505のメイドイン USA 製、はい、こちらで7,800円に消費税ですね。この色とかね合わせやすいと思います。はい、続いてヴィンテージに入ります。はい、こちら501の、66前期と言われてます。はい、
ここはシングルステッチですね。はい、こちら赤タブリーバイスの文字がスモール e です。はい、で、表記ニッパチのレングス34、はい、2834。はい、こちらでもう見てください。状態すごい綺麗です。これね、裾レングスもオリジナルです。チェーンステッチ、はい、耳もついてます。はい、まあこのぐらいの色落ちってね、まだまだ楽しめますし、特に大きいダメージとかもないので綺麗に履けると思います。でレングスがね、実寸で今31、ウエストが1インチ縮んで27の31が実寸です。はい、少し、レングス長めです。自分なんかでもねちょうどだと思うんですが、こちらも先ほど言ったようにね、女性であれば、ちょっとロールアップ、はい、してみてほしいなと。でよくね女性ねこうクシャ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 って丸める方いらっしゃると思うんですけど、こうやって丸めるよりは、僕はねちょっと女性によく言うんですけど、最初にちょっと大きく折ってください。こうやって大きく10センチぐらい折って、そこから半分に折ってあげると綺麗にまとまります。はい、で今、要は3回折ったのと同じような長さになってます。なのでこれでね女性はヒール履いたりとかパンプスで合わせたりとか、もちろんスニーカーで合わせる時もっていうので調整取れますし、さっきの高いヒール履いた時は逆にこのままストンと下ろしちゃってもいいと思います。ちなみに501は木旗といってグッとねじれるので、皆さんこのサイドが前に来るのは何だろうってよく言うんですけど、こういうふうにねじれます。501は特に。はい、まあここのね色落ちなんかも綺麗ですし、はい、これから一番履きやすい色落ち色合いじゃないでしょうか。66前期、はい、29,800円に消費税2キュッパです。買いやすいと思いますね。続いて、先ほど505ですね。こちらも、はい、505のシングルステッチ、はい、66前期と同じ年代ですね。70年代、初頭から78年まで、はい、こちらはね赤タブが R オンリーというリーバイスという文字が書いてないタイプです。で、ウエスト表記が27、レングスが29、はい、これ結構ね長さもちょうどよく履けるんじゃないでしょうか。女性も長すぎず短すぎずみたいな、はい、だいたいこのレングスでしたら僕は160センチから165センチぐらい間の女性だったらこの長さ多分ちょうどいいっていうふうによく言います。ちょっと身長でねいつも身長をお聞きしてからだいたいレングス見させていただくんですけど、この長さだったらとかっていうのは、はい、これもサイド耳はなくて、はい、下もオリジナルのチェーンステッチです。505、これもね程度いいです。はい、まだまだ色落ちも楽しめるんじゃないでしょうか。このサイズだからこその値段です。はい、505シングルステッチ27の29、15,800円に消費です。1号パ、これ安いですね。はい、続いて、はい、女性はみんなお探しじゃないでしょうか。701です。はい、701といえばマリリン・モンローが履いたというね、もう今じゃリーバイスのヴィンテージクロージング LVC でもね復刻が出てすごい大人気だと思います。こちらちょっとヒップがポーンと丸くなります。はい、でこちらねトップボタン、これスナップボタンタイプの701です。はい、年代で言うと、こちらで言う60年代初頭ですかね。はい、こうお尻がポコンとなってます。ただこのウエスト実寸がね28インチなんですけど、701の場合はこうキュッとウエストが入るので28インチのウエストだとわりかし大きめです。501でいうと多分30インチから31インチぐらいの間隔のお尻だと思います。はい、でキュッと気持ち細くなりますね。でこちら耳なしのタイプ、はい、下のチェーンもオリジナルですね。はい、こちら701、28のレングス32です。はい、こちら29,800円に消費税2キュッパです。ちょっとねゆったりめに履いてダボっと履くのも可愛いかもしれません。もともとね、あとそうすみません、501より701の方が音数
生地が柔らかいので薄い生地使ってます。はい、それが701の特徴ですね。はい、続いてもう真っこんこんです。はい、こちら501の66前期、先ほどのと一緒ですね。66前期。はい、後ろここシングルステッチですね。はい、これちょっとまあ軽いあれですけれども、ここがチェーンステッチになります。後半です。これ78年以降、それまではこのシングルステッチです。はい、ここで前期後期っていう風な言い方で分かれます。でこちら66前期、これね表現すると、色が真っこんこんなんです。しかも表現するとちょっと黒いっていう言い方、僕がデッドストックから下ろした66とねちょっと色合い似てます。すごく濃いですね。これ女性にのり付けっていうのはねあれですが、今の実寸がちょっとパッチがね割れてしまってます。ニッパチのレングスが30、おそらくパッチ表記が29の32が縮んだサイズかなと先ほど見たんですけれども、はい、ちょっと見づらいけどここ真ん中が3です。3番でこっちが6かな。でここも6ですね。はい、ということは73年の、6月、トップボタン裏が6工場、ちょっと分かりづらいですけど6工場、はい、73年、これ濃いです色。はい、実数2830ね、こっからもう履き込んでもらったらめちゃくちゃいい色になると思います。もちろんね濃いのからね履いてってもらえるのもね、女性で色落ち楽しんでもらうっていうのもいいと思いますし、66前期でもこれものすごくいい色落ちすると思います。はい、こちら、50166前期ニッパチの30レングス、多分ちょうどいい人いっぱいいると思います。ロールアップしても可愛いですね。こちらで、59,800円に消費税です。真っこんですこれ。はい、続いてこれはね結構探してる女性もいるんじゃないでしょうか。久々に見ました僕。505ビッグ E、 しかもこの大文字です。505のビッグ E の、ウエストが27のレングス29。はい、完全に、ワンウォッシュです。1回しか洗ってません。はい、このね大文字の505って結構ねパッと見かっこいいなと思いますし、505のシルエット、先ほど言ったようにちょっとスリムストレート、ちょっと細くなります。でお尻のポケットがね501よりちょっと大きいというのが特徴です。こちら耳付きです。505に関しては耳付きと耳なしが存在します。でビッグ E で耳がついてるって結構珍しいわけじゃないんですけど、ついてるのよりついてないのよりついてた方がいいかなと。こちらこのシルエットでちょっとやっぱロールアップしてあげると可愛いですね。はい、この状態だったらもうね本当まさに履き込んでってもらえれば、レングス29、こちらもねほぼ変わらず実寸あります。505はねプリシュランクって言ってもともと縮みがそんな出ません。501に関しては、木型というものでだいたいウエストが1インチ 2.54 センチなんですけど、レングスが2インチ縮んじゃいます。505に関しては基本的に洗いだけではそんなに縮みません。防縮加工っていうのがされているので、なので27であればほぼ27のままです。ただねユーズドになってアメリカ人の方が乾燥機に当時ガッて入れてしまってたら少し縮んでることもあります。こちら505ビッグ E、 はい、大文字のビッグ E、 しかも耳付きです。27の29、こちらで59,800円。はい、ちなみにこれが僕のサイズ、33の30、この程度だったら19万8,000円です。はい、3倍ぐらい以上ですね。これはね履ける男性いたらねそれでいいんですけれども、いや久しぶりにこんなマッコ見ました。はい、続いて502ビッグ E です。
502っていうのは501の、シンプルにジッパーバージョンです。はい、501イコール前がボタンで、502というのは501のジッパーなので、形はもう501と一緒です。いわゆるストレートです。はい、こちらパッチあります。502ビッグ E です。はい、ウエスト表記29のレングス32。はい、こちらレングスもオリジナルです。もちろん501と同じなので、この赤耳と言われるこのラインもついてます。はい、こちらもね、色まだまだ濃いです。ここから履き込んでってもらえれば綺麗に色落ちもしますし、状態もいいですね。はい、レングスが30であればね、先ほど言ったように160センチ165ぐらいの方が多分ちょうどいいと思います。レングスもでね、夏短く履きたければ先ほど言ったように1折り2折りされてもいいと思いますし、はい、もっと短く履けたければ先ほど言ったようにちょっと大きめで折って半分に折る。これで合わせてもらうと綺麗にヒールなんかで合わせられると思います。こちら502のビッグ E、60年代後半ですね、この辺で。はい、こちらで、49,800円に消費税4キュッパです。続いてこっから色落ちが変わります、一気に。はい、こちらレザーパッチの WX、 通常 501WX、 こちらウエストがね30インチ以上です。はい、こちら前のボタン見ていただくとトップボタンから下2つです。下が2つです。もうここが2つっていうのは間違いなく 503BWX、 こちらボーイズサイズになります。はい、でもうこの色落ち、501WX と同じでいわゆるズドーンとしたドストレートです。はい、逆にねこのストーンっていうのが女性ね合わせてもらっても僕はかっこいいとは思います。はい、でこの年代あたりはいわゆる赤タブがこれ片方しか書いてません。片方、はい、片面タブと言います。片面タブがレザーパッチ残ってて、ベルトループがセンター真ん中ですね、ずれてません。でちょっとよく見ると極太ってこれ太いベルトループ。はい、でよく見るとステッチが全部ほとんどイエローステッチです。ということは1947年、これは戦争第二次世界大戦が終わって直後ですね。はい、ここはいわゆる隠しリベットって言います。はい、本当にね見事に綺麗なイエローです。でサイドステッチも長くてこっちも長くて、リベットのこの文字もちょっと小文字とかこれちょっとうんちくなんですけども、はい、でここも耳付きですね、こういうの。はい、ちょっとこの映像でどこまで伝えられるか分からないですけど、この独特ないわゆる片面タブ47年モデル、もういわゆる47年から47年48年と本当多分その 1,2 年間だけです。このオールイエローステッチと、はい、これ下のレングスもオリジナルです。はい、ちょっとね太めと思うんですが、これがもうザ・ストレートなので、この辺をねちょっとこう女性なんかがバチッと履いて見てもすごいかっこいいと思います。色落ちに関してはもう抜群ですね。これ履いてうちの階段地下降りてきてくれたら僕真っ先にこう目がパッていく、この色落ち最高ですね。はい、503BWX、 はい、片面タブです。47年モデル、実寸で28のレングス30、こちらで 79,800 円に消費です。7キュッパ、ちなみにこれが僕のサイズだったら39万8000円ですね。続きましてマッコンコンです。はい、こちらよく見るとレザーパッチが、はい、なんかくっついてたのでもうポロって、はい、取れちゃいました。こちらも、読めます。 503BWX、 はい、28の36ですかね、多分表記が。で裾がやはりこれはね切られてます。
チェーンステッチでこう上げられてしまってます。はい、ただこのマッコン見てください。こちらも、片面タブです。赤タブが片方にしか書いてません。はい、でレザーパッチなんですけどもセンターループ。はい、でここら辺がオレンジステッチ使ってますね。でこちらは全部黄色。はい、サイドステッチは長いんですが、リベットの文字がもう大きい文字になっているので、大体ですが1949年とか50年あたりじゃないかなと思います。はい、ですね、まだね糊がちょっと残ってる感じなんで、おそらくワンウォッシュ、これもこの状態見ると1回しか洗ってないと思います。レングスはね上げられてしまってますので、その分なんですが、ウエストが実質27、レングスが30です。はい、もうこれ以上縮むことはほとんど乾燥機入れなければないと思います。はい、レザーパッチはちょっとねポケットにしまっておきますが、ワンウォッシュですね、素晴らしい。はい、1947モデルですけれども、ちょうどね49年50年あたりの年代だと思いますが、このワンウォッシュニッパチ実数が27の30で15万8000に消費税です。はい、この、ね、濃さで履きたいっていう女性がいたら最高ですね。はい、震えます。また自分のサイズで言っちゃうとあれですけど、これが僕のサイズ32、33のレングスが30、ストアが上がってたとしても、この状態でできたら多分69万8000とか、はい、レングスが上がってなかったらもう100万円コースですね。はい、そのクラスです。それが、女性サイズ 503BXX なので15万8000、だから安く感じますね。はい、素晴らしい。はい、続いてこちらもねリーバイスの、デニムファミリーという、ウエスタンジャケットですね。デニムシャツとかにね使われるタグなんですけれども、こちら、ショート丈のねウエスタンジャケット、結構これ可愛いと思います。ちなみにデッドストックです。はい、ここにもう紙まで残ってます。でボーイズの14というサイズなので、本当に女性がピタッと着るのに、はい、結構ワンピースとかの上に羽織ってもらってもいいと思いますし、これねデニムシャツの生地と同じ生地使ってるので、結構着込んでっていただくとすごくいい色落ちします。はい、こういったねシェルボタンっていって当時の、はい、貝のボタン使ってますし、デッドストック状態です。はい、こちら、デニムファミリーウエスタンジャケットですね、ショートのデッドストックで29,800円に消費税2キュッパです。安い。はい、続いて結構好評です。ベーカーパンツ。こちらね今回、一応29インチ、パッチにね書いてるこちらで、30の31表記で、うちは先ほど言ったアメリカでね洗って乾燥機入れてます。なので今実寸が29の30、ちょっとねこのベーカー少し腰履きゆったり履いても可愛いですし、はい、男性でもね全然履けるサイズなんですけども、結構僕は女性におすすめです。はい、もう1本持っとけば使えますみたいな、はい、状態も綺麗です。こちらで、7,800円に消費税アーミーベーカーですね。はい、続いてこちらも、同じくアーミーベーカー。こちらの方がちょっと先ほどのように、ね、年代古いです。はい、トラウザーパンツっていうふうにちゃんと書いてますね。はい、でこちらが表記スモールサイズで、こちらも実寸で測ったらこちら28のレングスが31、ちょっとレングスはね長いかもしれませんけど、はい、前はこうフロントボタンのタイプです。これもストーンとしたストレートなので、はい、ちょっと太めのね軍パンという形で合わせてもらえたら可愛いんじゃないでしょうか。こちらも7,800円に消費です。7%ベーカーパンツ。はい、ここからね、ちょっとメンズの方に入ります。レディースのサイズはね今ご紹介したんですが、こちらメンズ、はい、ピケです。ピケパン、はい、ロット番号 911B ですね。はい、ですね、これ実はパッと見てジッパーがね交換されてました。はい、でも綺麗に交換されてます。ウエストが
シングルステッチで V 止めなので、これは911のピケパンの中でもパンツの中でも初期の頃です。はい。でこちらね、いわゆるこういったホワイトカラーものでいわゆるスリムパンツです。ホワイトはねもう定番なので、こちらパッチが残ってたら 911B のギャラ入りだと思います。はい。で、こちらですけれども、ウエストが35のレングスが30、先ほど言ったようにジッパーが交換されているのもあるので、お値段25,800円に消費税25%です。お手頃だと思います。はい。続いてリーバイスではないんですが、はい、こちら DC ウエスタンシャツですね。 DC ウエスタンウェア、はい、こちら黒サテンです。サテンシャツね、これちょっと前にウエスターナーの白紹介させていただいたんですが、こちら DC のウエスタンシャツ、やっぱその中でもこの黒は特別です。やっぱり、はい、黒サテンなかなか出ません。しかも真っ黒です。状態もかなり綺麗ですね。でサイズが、表記があれなんですが、14ハーフ、はい、僕は小さいです。ましてやこのサテンってね少し縮みが出ちゃうので、はい、逆に言うとね細い方すごいおすすめです。この黒サテン DC のこちら39,800円に消費税3キュッパ、3キュッパいいんじゃないですかね、黒。はい、続いてリーバイスのこのサードタイプのいわゆるこのシャンブレージですね。はい。でオレンジタブの2ポケットタイプ、はい、リーバイスサイズ表記がちょっと消えちゃってますが38ぐらいだと思います。自分が着て多分ちょうどぴったりジャストサイズ、はい、このシャンブレータイプもね逆に春先着やすいと思います。ちょっとデニムほど厚くなくて、しかもちゃんとオレンジステッチなので結構インパクトありますし、はい、ちょっと女性がねダボっと着ても可愛いと思います。これはでもね男性がこう着れるサイズだと思いますが、こちらで、12,800円に消費税1ニッパ、はい。そしてちょっとね暖かくなってきちゃいましたけれども、リーバイスのボアジャケです。ただですね、この色落ち見てください。僕も実はねこれ同じ年代のやつ持ってます。これやっぱりインディゴですよね、使ってるのが。はい、このいわゆるサードタイプのボアジャケでもこちらの、はい、70年代後半になるのかな、色落ちめちゃくちゃ綺麗です。でやっぱりボアでってことは中がねこうしっかりボアついてます。こちらもね袖口にもちょっとキルティングが入ってます。もちろん着るのが冬だから中に多分着込んでたんでしょうね。厚いセーターとか。もうこの蜂の巣、これやばいですね。ちょっと前にね44のデッドストック出させていただいたの、あれもすぐ売れて、こちら今回サイズ46です。これかなりダボっと着てもらってねかっこいいと思います。このインディゴの、ボアジャケ、はい、袖口ねちょこっとだけこうダメージは来てます。でもこれもね全体的な雰囲気とはバッチリだと思いますので、はい、こちらボアジャケサイズ46です。15,800円に消費税15%、これかっこいいですね。そして若干説明したいんですが、はい、皆さんによく言う70505ですね。リーバイスの70505、もうパッと見この細いパッチ、もう後ろから見たら分かりやすいですが、557っていうサードであればパッチが大きいです。こちら細いパッチなのでもう70505だなっていうのは想像つくんですが、ちょっと残念ながらパッチは欠けてます。ただ70505っていうのはもっと着丈がねもう少し長いんです。はい、これなんかすごい短いなと思って、でよく見るとですね70557サードから70505この細いパッチに切り替わった時って、ここの缶抜きがオレンジから紺に変わるんです。はい、ただオレンジのまま、はい、なのであと見た目がどう見てももう70505じゃなくてサードの形なんです。丈も少し短めでちょっとボテッとしてます。これおそらくサイズ表記で言うとね44とか、はい、46近くあるかもしれません。
パッチは細いんですがディティールが557の最後の方と同じディティール、はい、状態もね色落ちめちゃめちゃ綺麗です。襟元だけ少しリペアが入ってますが、はい、これはねレアだと思います、はい、まだまだ濃いですね。僕もさっき羽織ったんですがもうサード着てるのと同じ形です、はい、ゆったりして、はい、こちら、もちろんビッグイです、はい、70505という、言わなきゃダメなんですけれどももうほぼサードの最終、はい、こちらサイズがね40、44ぐらいあります実寸で。こちら39,800円に消費税3キュッパです。これかっこいいですね。はい、そしてこちら本日ベルベルジンのスペシャル、ジャックスターの白レザー、はい、ちょっと履き込んでます。はい、前のトゥーも味が出てますしちょっとねこことか擦れちゃってますね。なんか自転車で乗っててスケボーとかで滑っちゃったんですかね。擦れちゃってますがサイズがねすごいんです。サイズ10、ジャックスターとかねワンスターもそうなんですけれどもこのオリジナルのレザーってもう本当に出ないですね数が。しかもサイズ10っていうのはもう本当に一番ゴールデンサイズだと思います。はい、内張りも全然まだ状態はいいですし全体にレザー自体はまだ問題ないです。はい、で後ろのねチャックテーラーこのヒールは少し半分3分の1削れてますがまだまだ履ける状態です。はい、ジャックスターの白レザーこちらでサイズ10 59,800円に消費です。5キュッパ、ちなみに僕もデッドを持ってます、はい、いつ下ろそうか迷ってますけど、はい、以上でベルベジーの方はで今回ですねフェイクアルファの方から、はい、アップされる商品なんですがよいしょアメリカンオプティカルのデッドストック、はい、60年代ですね、はい、僕は新しいタトゥーとかけてますが、はい、ヴィンテージのアメリカンオプティカルお探しの方はぜひ60年代のデッドストックで、こちら39,800円に消費税です。サンキューパ、はい、こちらもすごいですね。いろんなねブランドさんがこうスタッツベルトって出されてます。ただ、こちら1930年代から40年代のオリジナルのスタッツベルトです。はい、レザー自体は、まだ問題ないと思いますしスタッツもね、故障してるとこ全然ないです。ただ少しだけねレザーが伸びちゃってるって言って、表記は32の表記です。ただだいたい33ぐらいあるみたいですね。レザー少し伸びてます。こちら30年代から40年代このバックルとかも超かっこいいですね。はい、オリジナルスタッツベルトで79,800円に消費税7キュッパです。はい、はい、あともう一つさっきねレディースを散々レディースサイズを紹介させていただいたんですがいきなりボンとでかくなります。 501ZWX ジッパーですね。 ZWX の最終、はい、最終というのは隠しリベットがありません。だから逆に言うと1966年っていう断定できます。はい、ウエストシングルで V ステッチトップボタン裏が J です。はい、ジッパーは42タロン、はい、もう見てわかるように完全なワンウォッシュ、もしかしたら水通ってないんじゃないかなぐらい、はい、バリッとしてます。パッチ表記3836、はい、ただ残念なのがレングスがカットされてます。はい、しかも黒いステッチで上げられちゃってるので、ご購入者はちゃんと巻き込んでチェーンステッチで、できたらイエローのチェーンステッチか何かで上げた方がかっこいいかなと。で、実寸がですね37のレングスが29、ちょっと裾上げもう一回やり直したら 28.5 ぐらいになっちゃうかもしれません。でもねこ
このサイズ感で合う方には、はい、持ってこいかと思います。あとね501より、Z の方があって言いますけど、数は明らかに Z の方が少ないです。で先ほどね502ってありましたけど、 501ZXX の次が502に変わりますね。なのでいわゆるジッパー、501のジッパーです。はい、こちら 501ZXX 最終3729で35万8000に消費です。35パー。なんか安い気がしますね。はい、本日は以上になります。女性の方ね、ぜひ見てほしいなと思いますし、ちょっと年代の解説も入れたんですが、詳しいことお問い合わせいただければまた僕電話でね回答しますので、ぜひわからないこととかねちょっと興味あったらご電話ください。買い取り委託販売行っております。お店の方にですねお問い合わせいただければ私の方が対応いたしますので、いつでもご連絡ください。あと、毎日ベースの方をベルベジンのショップの方でアップさせていただいてます。そちらの方もねチェックしてみてください。この概要欄の方にリンク貼ってますので、そちらの方から飛べます。ベースの方もチェックしてみてください。では、ぜひ女性の方見てください。お願いします。